はい、皆さん、小丸です。わさば公式クリエイターの辰丸です。今回の動画は季節イベント、ピッチのレジェンドが来ました。サッカーイベント完全攻略、抑えるべきポイントはこれということで、課金パックの評価、永久都市スキンまでどれぐらい必要なのか、などイベントの仕組みを中心に攻略解説していきます。また、メンバーシップでは最新の検証やイベントを実施してます。今一番熱いグループということで、個々の悩みを吹き飛ばすを目標に活動してます。詳しくなりたいならぜひご検討ください。それではメインイベントの解説をやっていきます。レッツゴー。はい、まずはイベント概要からですね。今回のイベントは大きく分けて5つに分かれます。1つ目が PK 合戦、2つ目が QO の再刊、3つ目が競技の学章、4つ目がピッチ補給ステーション、5つ目がチャージ、課金ですね。これらで基本的にはボールを集めるイベントになります。ボールを消費してシュートするほど PK ポイントが増え、ランキングや都市スキンを狙えるといった仕組みですね。ピッチのレジェンドがなぜお得なのかということですが、このイベントはダイヤを中心としたアイテムを獲得でき、強化タイムとしては最適レベルの連打系イベントタイプです。詳しくは春節イベントなどの動画も参考にしてみてください。このイベントは無課金重課金問わずお得となっているので、皆さんもぜひ走ってみてください。それでは具体的にどういう仕組みになっているのか簡単に説明します。QO の再刊は7日間のデイリーミッションがあるカードが獲得できるイベですね。こちらのミッションで獲得したボール、フィールドの栄光の課金時に付属しているボール、これらのボールを PK 合戦でシュートすることでダイヤや加速に変わります。また、補給ステーションではダイヤや加速の一定数の消費で今度はボールに変わります。このループがイベントの価値を上げてくれているわけですね。次、重要なところだけ簡単にお伝えします。1シュート20ボール消費して、1シュートするごとに 2PK ポイントを獲得できます。永久都市スキンを狙う場合は、サーバートップ10に入るか、12500PK ポイント。これは天井ですね。確定で手に入るポイントとなります。一体どれだけのシュート回数が必要なのかというと、6250回必要になってきます。ボールの数で言うと12万5000個ですね。この数を課金や補給ステーションから集めてくれば、永久都市スキンが確定で手に入りますが、あくまでもパックを全て購入しても獲得できない人向けの応急処置なので、かなり大変とだけ伝えておきます。次、パックの評価ですね。主にフィールドの栄光パックとゴールの瞬間で購入できる2つのパック。サッカーイベントではこの3種類かなが主なパックとなっています。で、意外と注目しておきたいのが、歌唱が欲しい方。まあ全てのパックに歌唱が含まれてるんですけども、歌唱単体が欲しい方にとっては、まあ特別ずば抜けていいパックかと言われると、そんなことはないです。どちらかといえば、まずフィールドの栄光パックからなんですが、ラッキー装備狙いの方、歌唱狙いよりラッキー装備宝箱狙いの方向けとなっています。っていうのも、このフィールドの栄光パックですね。これで購入できる恩恵として試合用ボールがついてくるんですけど、この試合用ボールを消費することで獲得できる、ラッキー装備宝箱も実際含まれてくるので、通常パックでラッキー装備宝箱を積むのとほぼほぼ変わらない数をゲットできることになります。プラス歌唱がおまけでついてくるってわけですね。ただ3200円、8000円と買うごとにパックの内容も渋くなってくるんで、そこは考えた方がいいです。ただラッキー装備狙いの方はこちらは 15,800 円まで購入してもありかなと思います。ただ、15,800 円の2回目になると、ほとんど試合用ボールに変わってしまうので、それ以降はあくまでも都市スキンを狙う方向けとなってますね。
次、ゴールの瞬間の2つのパックなんですが、歌唱とアイテムバフが欲しい人向けになります。一番注意しなあかんのが、スコアリングマシンのみ、800円のみの課金やと絶対に手出さない方がいいです。あくまでも得点を購入するための800円課金となるので、こちらのスコアリングマシンを購入した方は必ず得点王まで購入するのがいいんじゃないかなと思います。あくまでもこのパックは歌唱はそれほど良くないです。やっぱり集結リーダーを中心として、バグが欲しい方が手を出すのがおすすめとなってますね。次、同時開催されているカラフルかき氷のパックを見ていきます。今回カラフルかき氷はショップ交換項目に歌唱がなくなってしまいました。第1回は歌唱最強イベだっただけにかなり残念です。今回は歌唱がショップから消えた代わりにペットアイテムが追加されました。ペット項目はずば抜けて優秀なパックは現状ないため、このイベントではややお得と言えます。ただ、ホット、ペットセレクトなど交換数がかなり少なく大幅強化したいんやったら、なんともといった感じになります。ただ、パック購入時到達報酬にも歌唱が含まれるので、毎日800円など分割して購入するのがおすすめです。詳しくはカラフルかき氷第2弾の配信を見てください。2つ目のパック、フルーツストームとカラフルラッシュは現行イベで最優先交換候補です。このパックは歌唱、英雄装備ラッキー宝箱に加えてジャムと交換券が直接ついてくるので、損のしようのないパックとなってます。多くの人にとって最優先で交換するべきパックと言えますね。サッカーイベを含めて、まずはこのパックから購入してみてはどうでしょうか。次、イベントスケジュールについてですね。ここでは詳しく話さないです。ただ、ピッチのレジェンド、カラフルかき氷、同盟総動員に軍備競技、士官計画、SBS 準備期間と、イベントが大渋滞してます。なので、注意するべきところは、それぞれのアイテムを使うタイミングですね。基本的なことですが、重複する項目を見て強化するようにしましょう。また、その報酬が皆さんにとって本当に必要なんかどうかも考えてから強化するのを決めるようにしましょう。意外と後から考えたら、あれ、この英雄いらんかったなとか、なることも案外多いです。最後、イベントについてもっと詳しく知りたい方は、達丸制作の攻略サイト兼ツールにてたくさんのデータや便利ツールを作成しています。現状はメンバーシップしか使えないものも多いですが、これからは使用制限があるものの全てのファーサープレイヤーが使えるようにしていきますので、覗いてみてくれると嬉しいです。動画、詳細ページに URL 載っけておきます。それではまとめに入ります。これまでを踏まえてどんな人向きなのかを言う前に、連打系の季節イベントは複数のイベント項目と重複していますし、強化タイミングとしてはかなりいいです。しかし SVS とはあまり重複してません。ですので、そこは各サーバーの報酬と折り合いをつけてください。このイベントは都市強化スキンが欲しい方、ダイヤが欲しい方、英雄装備を強化したい方に向いています。ダイヤはシュートの回数を繰り返すほど大量獲得できます。英雄装備を常設パックで購入する方は、このイベントを走るといいですね。また、歌唱を中心に強化したい方には最適とまでは言えないですね。しかし、ダイヤ、歌唱、英雄装備とバランスよく補充できるんで、どちらかといえば美課金向けになるんじゃないかなとも言えます。パックの買い方ですね。ピッチのレジェンドイベでは、美課金は、フィールドの栄光パックを800円まででいいです。中課金プレイヤーは一つ目の 15,800 円までですかね。購入してもここまでがいいです。二つ目以降はボールの割合がすごく多くなってしまうので、都市スキンが欲しい人以外の価値としてはかなり下がってしまいます。カラフルかき氷イベでは課金額問わず、カラフルウィンターパーティーの2つのパックを最優先で購入してください。美課金はその後デイリーミッションのパック購入クリア分の150円を毎日購入すれば十分じゃないかなと思います。
累積報酬が半端になりそうなら追加してあげるといいかもしれませんね。重課金はその後、ジャムの購入は目標累計報酬を決めて、多くても3200円までがおすすめです。累計報酬の分は丸々浮いてくる感じですね。ただ、ペットを大幅強化したいと考えた時に、ホットのペットセレクトなどを狙うと思いますが、購入限度数も少なく大量交換ができないという欠点があります。累計報酬を取り切ったり、1600円以降のジャムの獲得数が結構減るので、このあたりの課金額で勝負しましょう。たつまるの動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。またね。